前回は海で切り離された南の大陸ゴンドワナで史上最大級の巨人たちが育つ姿をたどりました。では、海を隔てた反対側、北の大陸はどうだったのでしょう。実は私たちがよく知るあの有名な恐竜たちの多くはこの北の大陸で暮らしていました。頂点に立つ王、ティラノサウルス。角と盾を持つトリケラトプス。北には恐竜王国と呼ぶにふさわしい世界が広がっていたのです。白亜紀の後期、北の大陸はラウラシアと呼ばれます。後の北アメリカやユーラシアへとつながっていく大地です。とりわけ多くの化石が見つかっているのが今の北アメリカ西部です。当時この大陸は大きな内海によって東西に分かれ、その西側に恐竜たちの豊かな世界が広がっていました。第3話ではこの北の大陸を巡ります。白亜紀の終わり頃、北の大陸は暖かく緑にあふれていました。花を咲かせる植物が広がり、川沿いには背の高い森が茂ります。この豊かな大地に恐竜たちはこれまでで最も多くの種類がひしめいていました。ここは恐竜たちの長い歴史の最後を飾る王国だったのです。南の大陸で巨人たちが育ったように、北の大陸でも恐竜たちは独自の進化を進めていました。海で行き来ができなくなった分、南と北とでは顔ぶれが随分違います。北で栄えたのは、頂点に立つ大型の狩人と、角や鎧、硬い頭で身を守る植物食恐竜たち。攻めと守りが見事に噛み合った世界でした。第3話では、この北の恐竜王国を順番に見ていきます。まずは頂点に立つ王、ティラノサウルス。次に、角と盾を持つトリケラトプスたち。そして、鎧をまとった恐竜や、硬い頭の恐竜。さらに、群れをなすカモノハシ竜と、その子育ての様子まで。賑やかな北の世界を、ゆっくりと巡りましょう。まずは、この王国の頂点に立つ狩人からです。ティラノサウルスは、白亜紀の終わり頃、北アメリカに暮らした大型の肉食恐竜です。全長はおよそ12メートルから13メートル、体重は数トンにもなりました。その名前は、暴君のトカゲの王という意味を持ちます。まさに、王の名にふさわしい姿でした。ティラノサウルスの最大の武器は、大きな頭と力強い顎でした。頭だけで、大人の身長ほどの長さがあります。口には、バナナほどもある太い歯がびっしりと並んでいました。その噛む力は、これまで知られたどの陸の動物よりも強かったと考えられています。獲物の骨ごと噛み砕くことができたのです。大きな頭を支えるのは、太くたくましい後ろ足と長い尾でした。走るときは尾でうまくバランスをとっていたのでしょう。一方、前足はとても短く、指は2本しかありません。この小さな前足が何のためにあったのかは、今もはっきりとは分かっていない、ちょっとした謎です。ティラノサウルスは、鋭い感覚も備えていました。頭の骨の形から匂いを感じ取る部分が特に発達していたことが分かっています。また、両目が前を向いていたため、獲物までの距離をうまくつかめたと考えられています。強い力だけでなく、優れた感覚を持つ賢い狩人だったのです。ティラノサウルスは、生まれた時は小さな体でした。それが10代の頃に急に成長し、わずか数年で
あの巨体へと育ちます。骨に残る年輪を調べると、その早い成長ぶりが読み取れます。寿命はおよそ30年ほどで、大人になるまで生き延びられた個体は、そう多くなかったようです。ティラノサウルスは、自ら狩りをしたのか、それとも死んだ動物を食べていたのか、長い間、議論が続いてきました。今では、生きた獲物を襲う狩人であり、機会があれば死んだ動物も食べる、その両方だったと考える研究者が多くなっています。強い力と鋭い感覚は、どちらにも役立ったことでしょう。では、ティラノサウルスの体は何に覆われていたのでしょう。祖先にあたる小型の恐竜には、羽毛を持つものがいました。ところが、ティラノサウルス自身の皮膚の跡を調べると、鱗に覆われていたことが分かっています。体が大きいと熱がこもりやすいため、羽毛を減らしていったのかもしれません。ただ、この点は今も議論が続いています。近年、興味深い研究も進んでいます。ティラノサウルスと同じ時代、同じ大陸に一回り小さなティラノサウルスの仲間が暮らしていたらしいのです。ナノティラヌスと呼ばれるこの恐竜は、長らくティラノサウルスの子供だと考えられてきました。しかし、最近の研究では、別の種だとする見方が有力になっています。研究が進むと、王国の姿もまた、新しくなるのですね。頂点に立つ王がいれば、それに立ち向かう者もいます。北の大陸でティラノサウルスと向かい合ったのが、角竜の仲間でした。その代表が、誰もが知るトリケラトプスです。顔に大きな角を持ち、首元に盾のような飾りを備えた、堂々とした植物食恐竜です。トリケラトプスは、全長およそ9メートルのがっしりとした四つ足の恐竜でした。名前は、3本の角を持つ顔という意味です。目の上に長い角が2本、鼻の上に短い角が1本。頭の後ろには骨でできた大きな飾りが襟のように広がっていました。その頭だけで大人の身長を超えるほどの大きさがありました。では、この角と飾りは何のためにあったのでしょう。ティラノサウルスのような狩人から身を守る武器だったという見方があります。一方で、異性の気を引いたり、ライバルに強さを示したりするための飾りだったとも考えられています。おそらくはその両方の役目を持っていたのでしょう。トリケラトプスの口の先はオウムのように鋭いくちばしになっていました。これで硬い植物を切り取ります。口の奥には細かい葉がびっしりと並び、すりつぶすように葉を噛んでいました。低い位置に生える植物を黙々と食べていたと考えられています。角竜の仲間はトリケラトプスだけではありません。北の大陸には実に様々な角竜がいました。鼻の上に長い角を一本持つもの、飾りの縁に何本もの角を並べたもの、種類ごとに角と飾りの形が違っていました。この飾りの形の違いが仲間を見分ける目印になっていたのかもしれません。角竜の仲間は群れで暮らすものが多かったようです。同じ種類の骨が一つの場所からまとまって見つかることがあります。何十頭もの群れが一度に命を落としたと見られる場所もあります。群れを作ることで狩人から身を守っていたのでしょう。数の力もまた北の植物食恐竜たちの大切な守りでした。身を守る工夫は角や群れだけではありませんでした。北の大陸には
体中を鎧で固めた恐竜もいました。鎧竜と呼ばれる動く装甲車のような植物食恐竜です。その代表がアンキロサウルスです。アンキロサウルスは地面に低く構えた四つ足の恐竜でした。背中から尾にかけて硬い骨の板がびっしりと並び、体中を覆っています。体の側面には鋭いトゲが突き出ていました。上から見ればまるで一枚の大きな盾のよう。狩人の歯もなかなか通らないほどの守りでした。アンキロサウルスの尾の先には大きな骨の塊がありました。ハンマーのようなこのコブを力いっぱい振り回して身を守ったと考えられています。襲ってきた狩人の足に打ちつければ骨を折るほどの威力があったことでしょう。鎧で守り、棍棒で反撃する。まさに鉄壁の恐竜でした。鎧を持つ恐竜の中には尾の棍棒を持たない仲間もいました。その代わり肩に長いトゲを備えていました。中でも見事なのが体の形が丸ごと残った化石として見つかった一頭です。鎧の並び方だけでなく体の色の手がかりまで残っていました。背は濃く、腹は淡い色で身を隠すのに役立っていたようです。北の大陸には変わった頭を持つ恐竜もいました。剣頭竜と呼ばれる2本足で歩く小型から中型の恐竜です。その名の通り、頭のてっぺんの骨がとても分厚くなっていました。まるで硬いヘルメットをかぶっているような姿です。この分厚い頭は何のためのものだったのでしょう。仲間同士で頭をぶつけ合い、力比べをしたのではないかという説があります。一方で、頭を横からぶつけ合ったり、ただ見せ合うための飾りだったりしたという見方もあります。丸いヘルメットの使い道は今も研究者たちの興味を引く謎の一つです。北の大陸で一番数が多かった植物食恐竜がカモノハシ竜です。口の先がカモのくちばしのように平たく広がっていたことからこの名前で呼ばれます。ハドロサウルスの仲間とも呼ばれ、北の王国の至るところで大きな群れを作って暮らしていました。カモノハシ竜は植物を食べる名人でした。平たいくちばしで葉を切り取り、口の奥にびっしりと並んだ数百本の歯ですりつぶします。硬い植物も細かく噛み砕くことができました。普段は4本の足で歩き、急ぐ時には2本の後ろ足で走ったと考えられています。カモノハシ竜の中には頭に長いトサカを持つものがいました。よく知られているのがパラサウロロフスです。頭の後ろへ細長い管のようなトサカが大きく伸びていました。このトサカの中は空洞になっていて、鼻の穴から続く管が通っていたのです。では、この長いトサカは何のためにあったのでしょう。トサカの中の管に息を通し、大きな音を鳴らすラッパのような役目があったという説が有力です。仲間との合図に使っていたのかもしれません。合わせて目立つトサカで互いを見分けていたとも考えられています。声と姿で仲間とつながっていたのですね。カモノハシ竜は北の大陸で大きく栄えたグループでした。トサカを持つものから持たないものまで実にたくさんの種類がいます。数も多く広い範囲に暮らしていました。豊かな植物を食べこなす優れた食べ方を身につけたことがこの成功を支えていたのでしょう。トサカを持たないカモノハシ竜の中には
エドモントサウルスのように大きな群れを作るものもいました。何千頭もの群れが大地を移動していたと見られています。これほど数の多い植物食恐竜はティラノサウルスにとって格好の獲物でした。実際噛まれた跡が残る骨も見つかっています。追うものと追われるもの。北の王国ではこうしたドラマが繰り返されていたのです。北の大陸からは恐竜たちの子育てを物語る貴重な手がかりも見つかっています。卵や巣、そして生まれたばかりの赤ちゃんの骨。それらは恐竜がどのように子を残していたのかを私たちに教えてくれます。とりわけ有名なのがあるカモノハシ竜の営巣地です。その恐竜は良い母親のトカゲという意味の名前で呼ばれています。すり鉢のような形の巣が互いに少し離れていくつも並んでいました。巣の中の赤ちゃんの歯はすでにすり減っていました。親が食べ物を運び、しばらく世話をしていた証拠だと考えられています。巣立った後も若い恐竜たちはしばらく群れで過ごしたようです。同じくらいの大きさの子供たちがまとまって見つかることがあります。群れを作れば互いに身を守りやすくなります。生まれ、育ち、群れをなす。北の恐竜たちは豊かな社会の中で暮らしていたのです。こうして見ていくと、北の王国がどれほど豊かな世界だったかがわかります。頂点に立つ狩人がいて、それに立ち向かう角と盾があり、鎧と分厚い頭で身を守る者たちがいる。そして、群れをなし、子を育てるカモノハシ竜。攻めと守り、そして家族。すべてが揃った賑やかな世界でした。ここで第3話を振り返ってみましょう。北の大陸ラウラシアでは、頂点に立つ王ティラノサウルスの下で、実に多くの恐竜たちが暮らしていました。角と盾を持つトリケラトプス、鎧をまとった恐竜、分厚い頭のケントウ竜、そして群れをなすカモノハシ竜。攻めと守りが見事に揃っていました。南に巨人の大陸があり、北にこの豊かな王国がある。白亜紀の陸の世界は恐竜たちで満ち溢れていました。これほど多くの恐竜がひしめいた時代は、長い歴史の中でもここが頂点でした。まさに恐竜たちの黄金の王国だったのです。けれど、この時代の主役は恐竜だけではありませんでした。同じ白亜紀、海の中と空の上には、恐竜とはまた別の大きな爬虫類たちが君臨していたのです。海を泳ぐ巨大な狩人、空を舞う翼の主たち。次回は、その海と空の支配者たちの世界へご案内します。頂点の王ティラノサウルスと、それに立ち向かう者たちが暮らした北の恐竜王国。次はいよいよ海と空の世界へと旅を進めます。またご一緒できたら嬉しいです。ここまでのお付き合い、どうもありがとうございました。